ハローマットです。ここは5番街のシンボルのバーグドルフ・グッドマンです。で、僕ね、1年以上前に5番街の動画を上げたんですけど、今日はクリスマスのイルミネーションを映しながら5番街の小話、それあんまり知らなかったなっていうことも含めて、このバーグドルフの一つね、北のブロックからそれからロックフェラーセンターまで歩いてみたいと思います。距離はね短いんですけど、できるだけ面白い内容にしたいと思ってます。では行きましょう。歩き始めるのはプラザホテルのあるここですね、5番街と59ストリートの交差点で、向こう側はねもうセントラルパークです。でこちらに少し移動するとバックのデルボ、ベルギーのブリュッセルの駅を出たところのアーケードの中に本店があったと記憶してます。でこちらにディオールですね、すごくね人気です。ディオールで、この隣がアップルストアで、このまま歩き続けます。でセントラルパークを背にして、で要はプラザホテルを右に見ながらで、よく言われるのが85年の240円から円ドル変動相場制になったのが大きかったとかいろいろ言いますけど、でもその前の300円以上で固定されてたのは日本にとって有利でしたよね。GHQ の戦後のね復興のための政策だったんですけど、でそうこうしてるうちにすぐにこちらがバーグドルフ・グッドマンのレディースで、ちょっと渡っちゃおうかな。でやっぱりね5番街のシンボルですよね。で向かいがメンズですね。で双方ともにレディースは地下1階、メンズは4階だったかな。おトイレが綺麗なんで使ったりしてますね。でメンズ館にはアンティークの時計があったり、それからレディースのこちらのウィメンズ館は最近ね4B ピロー、日本でいう PB5 さんの常設の売り場ができたりしてます。新宿の伊勢丹さんにもねできたって言ってましたけど、で歩き出すとすぐに見えてくるのがこれです。このバーグドルフの側から見るとルイ・ヴィトン、もうね連日みんなで写真撮りに来てますね。この5番街のルイ・ヴィトンの旗艦店が3年ぐらいかけてリニューアルするんですね。でちょっと上まで映るかな。そのリニューアルの様子を見せないためにこのように覆われてます。ただそのデザインが素晴らしいんで、もうね連日もうすごいたくさんの人が写真撮ってます。これ分かります？みんな写真撮ってるんですよ、こっちから。で僕のね前回の5番街の動画を見てもらうと前のね店舗が出てるんですけど、今までの店舗は日本の青木純デザイン事務所さんの作品でした。で3年後ぐらいにオープンするものはちょっとねどこの仕事になるかっていうのは発表されてないみたいなんですけど、できれば日本人の方だったらいいなと思ってます。でこっちですね、こちらが
ティファニー本店ですね、5番街の。で夜になるともうティファニーブルーにこの小窓が輝くので、今一番美しいですね。でちょうどこの雪の結晶もブルーになったりするときにみんなねタイミングを合わせて写真撮ってます。で知ってる方多いとは思いますけど、このティファニーはルイ・ヴィトン、モエ・シャンドン、ヘネシーグループの傘下に入ってます。で2021年だったかな、1月に買収されて、で昔を覚えてる方いると思うんですけど、ティファニーはね上場してたんで、ニューヨーク株式市場にティファニーの株価出てたと思います。だけど今はもう上場廃止になっています。でちょっとね歩きながら話したいと思います。ブルガリが見えてきますね。でこの交差点が57ですね。5番街と57の交差点で、このブルガリの上にあるのが見えるかな、これねアマンホテルです。で僕ね調べたんですけど1泊ね60万ぐらいします、日本円で。ちょっとびっくりしますよね。でこのブルガリもルイ・ヴィトン、モエ・シャンドングループです。なのでここのブルガリと、それからティファニー、そして、改装中ではありますけどルイ・ヴィトンなので、この5番街の一番メインのこの交差点の中の四つ角の中の3つまでがルイ・ヴィトン、モエ・シャンドン、ヘネシーグループってことですね。であとついでにルイ・ヴィトンの隣のルブロンも同じグループです。でこちらがバーグドルフですけど、これね1階にバンクリーフ&アーペルが入ってるんですけど、これはねスイスの別のグループのリシュモンの傘下です今で。バーグドルフがニーマン・マーカスですね、親会社今で。こんな感じでやっぱりね時代はなんていうのかな、これだけ家賃が高かったり、これだけいろんなことにお金がかかる時代になって、やっぱりねすごく大きな企業の、コングロマリットっていうんですかねに属していないとなかなか難しいですよね。でこちらの角から撮るのが一番綺麗だと今言われてて、ここからみんなね撮影してます。ちょっと上まで映しますね。こんな感じです。これがね全容です。素晴らしいです。で僕はこれからティファニーの方に渡ります。でもこういう素晴らしいティファニーのお店をやっぱり作れるっていうのはルイ・ヴィトングループになったからですよね。で思い起こすと、このティファニーの本店は2000年23年かな、2年ぐらい前ですよね、改装して。で確かねここに本店を構えて以来84年ぶりの初めての改装だったと思います。でちょっとね反対側にもう一回戻りますね。で今日はねお話のテーマとしては、この5番街の今のお店っていうのはどういう企業体に分けられたかっていうのもしたいなと思ってます。でこれが近くから映すとこんな感じで、結構ね質感がいいんですよね。すごいですよね。で振り返るとティファニーです。でティファニーもやっぱりルイ・ヴィトングループに入って、でこういう素晴らしいお店をリニューアルできたんで、僕ねすごくね効果は大きかったと思います。
で実際に売り上げも上がったのと、あとやっぱり、世界中の映画スターとか、それからいろんな広告宣伝の媒体にやっぱりお金を使ってどんどんこうアピールできたっていうのが売り上げの拡大につながったのかなと思います。であとね、ちょっとした小話なんですけど、街中でニューヨークヤンキースの帽子かぶってる人たくさん見かけませんか？でさっきオープニングで僕もかぶってたNY っていうニューヨークヤンキースの帽子で、ちょっと後で画像を入れますけど、で実はね、ニューヨークヤンキースの帽子っていうのは1877年のティファニーのデザインだったと思います。で他にも野球チームの帽子たくさんありますけど、このニューヨークヤンキースの NY の帽子だけは別格に人気があるのってやっぱりね、ティファニーのデザインだったからだと思います。であとね、付け加えるとすると東京で僕ね、特に渋谷とかでステッカー新品をね購入した時のステッカーを貼ったままにしてる方をよく見かけたんです。で僕ね、それを見てあんまりかっこよくないなと思ってたんですけど、で実はこの前ブロードウェイの、ミュージカルを見に行って、その時のスターの、出演者の方々が外でねサインをしてくれる時があったんですね。でその時にかぶってたニューヨークヤンキースの帽子がみんなねステッカーつけてたんですよ。だから日本の若い方がつけてる考えってのは間違ってないですね。だから僕全部取っちゃってるんですけど、つけててもいいのかなと思いました。でこのねティファニーの本店が2年前初めてリニューアルしたんですけど、その時にこちらでね仮店舗として営業してました。でこの仮店舗として営業してた場所が今ルイ・ヴィトンのお店が営業してる場所です。ですからさっき見てもらったカバーで覆われてるお店は中も入れないんで、こちらで今営業してて、前見れますかね、人だかり大行列です。ちょっとねもう少し綺麗に撮りたいと思いました。こんな感じで、ここもね写真スポットなので連日ねみんなね写真撮りに来てますね。でこの場所っていうのは 2,3 年前にティファニーがリニューアルの工事をしてた時、ティファニーもこの場所で営業してたんですね。だから同じ会社のグループなんで、同じような考え方だってことですね。で振り返るとここがサンローランですね。でサンローランはケリングっていうグループに今属してます。でもう少し歩いていくとあまりにもねちょっとサイレンがうるさいんで一回切っちゃったんですけど、ここブフェラーですね。でおそらくねこの5番街のこのブフェラーが世界で、ね、一番時計の在庫あると思います。でもしね2本買うつもりだったらプロフェッショナルモデル買えるんじゃないですかね、ここは。で人種差別なく出してくれるんで、ただ1本目はねちょっと勇気を出してコンビ買わなきゃいけないでしょうね。そんな文化で1本買うともう1本は好きなモデルが入った時に連絡をくれるという感じですね。でもう一回ちょっと5番街に戻ります。ティファニーのね話に戻すと、ブルーボックスっていうカフェがあるんですね。で予約をしてじゃないと人気なんで入れないんですけど、ここはねすごく僕ね感動しましたね。っていうのは、サービスされる方が
アジアを、出身の方だったり、アフリカの出身の方だったりで、そういう人たちがねやっぱりね輝いてるんですね、この舞台で。でそういうのってやっぱりね他の国ではね、他の国っていうか、だから一部の階級社会の残る国では見られないことで、やっぱりねアメリカの多様性だなと思います。なのでそういう意味でも素晴らしいし、またこのお店の中に入ってもねすごくフレンドリーなので、大阪みたいな感じですよね。なのでぜひおすすめです。で隣は、前回も映しましたけどトランプタワーです。で日本の、メディアのトランプさんへの報道ってもうめちゃくちゃですよね。もうトランプさんが大統領になると大変なことが起きるとかで、それねなんでかっていうと、日本のメディアが視点を置いてるところっていうのが、例えば東海岸でいうと、ニューヨーク、ワシントン、ボストンだったり、西海岸でいうとサンフランシスコとかロサンゼルスとかだから、基本的に民主党がもう絶対に強い場所なんですね。で要はね、日本のメディアのその言っていることっていうのはやっぱりね鵜呑みにしないで、自分の目でやっぱり自分の耳でこう理解していくってことが大事ですよね。でトランプさんのねこの隣がグッチで、これはねサンローランとかそれからグッチっていうのがケリングっていうグループです。で今ねこの例えば5番街のこのお店を見ていくと、一番大きいのがさっきのルイ・ヴィトングループですよね。で次がねリッシュモンで、これはねもうちょっと歩いていくとたくさんあるんですけど、それと今のケリング、このね3つの大きなグループがほぼこのエリアを占めてます。でこれは世界中どこでもそうなんですけど、やっぱりそれぐらいお金がかかるってことでしょうね。でずっと歩いていくと、ここがねオメガですね。でオメガはね今ねスワッチグループです。なので隣にスワッチがあったり、だからこの辺面白いですよね。さっきのルイ・ヴィトングループとかも結構近いところにありましたもんね。これ55ストリートなんですけど、ここがねペニンシュラです。そしてこのペニンシュラの向かいがここですね。1階にねハリー・ウィンストンが入ってます。でここがこっちに出てるホテルね、セントレジですね。でハリー・ウィンストンもさっきのスウォッチグループです。でちょっとねこっちに歩いていきますね。前回は紹介しなかったんですけど、こうセントレジス本当にいいですよね。僕ね仕事でお世話にずっとなってる華僑のお姉さんがいるんですけど、セントレジスにねいつも泊まってます。なので中をね見せてもらったことがあります。で確かにセントレジスが日本円で今でね30万いかないぐらいなんですね。でペニンシュラが30万ぐらいかな。でもその華僑の方曰くセントレジスに泊まって、このね向かい側にこれボロバーっていうのがあるんですけど、今日もねお客さん入ってます。ここねみんなで予約してくるんですけど、ここがねお気に入りだそうです。客層もいいですよね。そうだからセントレジスに泊まってボロバーに行って
あとセントレジスのバー、ブラッディ・メアリーで有名なセントレジスのバーで、そこに行った方がアマンに1泊するより安いんじゃないかと、絶対にそんなことをね言ってました。まあ僕たちは行きませんけどね。でトランプさんのね話に戻すと、トランプさんってね、このマンハッタンにトランプって使う、その自分の名前がねつかないホテルを何軒もやってます。でそのホテルっていうのはどれもね僕たちが泊まれる値段です。だからトランプさんやっぱり共和党でそれこそ支持母体がまあ第一次産業だったり、要はアメリカのまあなんていうんですかね、まあ西海岸と東海岸のまあ意識高い系というかリベラルというか、そういう人たちじゃない人たちが支持層ですよね。だから自分の支持層の人が泊まりやすいホテルで商売うまいなと思います。でここがねブレーキですね。ハリー・ウィンストンの1階にブレーキですね。で隣がプランパーで、だからハリー・ウィンストン、ブレゲ、プランパンっていうのが3つ並んでセントレジスに入っているってことなんです。ですからこの3つともがスウォッチグループですね。だからやっぱりビジネスが団体戦になってきましたよね。だからね今日はねだからそんなことを話したいなと思ったわけです。だから一つ一つの会社が頑張るっていうよりも、まあ、グループとしてまあそういうビジネスをね成功させるっていうか、まあ進めていく、そんな時代になっちゃったのかなと思います。でちょっと反対に渡りたいと思います。で今渡ってきました。ペニンシュラの1階に入っているのがこのドイツの時計屋さんのウェンパですね。まあロレックスとか入ってますけど、でもさっきのグペラの方がいいでしょうね。ずっと行くと写真撮ってるのはやっぱりみんな憧れのレックフィリップですね。パテックフィリップはね単独なんですね。で年間生産本数多分ね8万本ぐらいだと思いますけど、よくねどこのグループにも属さないで営業してるなと思います。まあ、だからもう別格なんでしょうね。でそういう風にね、まあ単独で営業してるとこっていうと、あとねエルメスとシャネル、それから会社も大きいですけどロレックスで、まあちょっとジャカール・クルトが大株主ではあるんですけどオーデマン・フィギュアだから上げていくとそんなにないんですよね。でねこれスワロフスキー、ここはね数少ないオーストリア本社の会社です。で意外にね大きい会社で、確かね年商が日本円で3000億超えてるんじゃないですかね。だから最終製品でももちろん知名度ありますけど、そのクリスタルのパーツとしていろんなところに卸売りしてるってことですね。でもうちょっと進みます。あでこれがそうだサントーマスチャージでこのまま進みます。で次に見えてきたのがこれカルチェですね。ここもねほんと素晴らしいですね。イルミネーションすごいです。でカルチェも、
グループに入ってます。リッシュモンだったかな、カルチェは。リッシュモンはスイス本社のグループですね。で多くはね時計ですね。時計バシロン・コンスタンチンとか、あとジャカール・クルトーとか、そういうのが傘下になってます。ちょっと上まで映るかな。今ね51まで来ました。で51の交差点にはこれです。これも上まで入らないですね。これサンパトリック教会、セントパトリック教会です。でイルミネーションはここはないんですけど、僕ねこの前入ることができて、その中の写真素晴らしいんで後で入れたいと思います。でここは3月でしたっけ、アイルランド系のサンパトリック祭の時なんかはすごくね、もうびっくりするぐらいのにぎわいなんですけど、でも入らないですね。こんな感じです。バイオリンを弾いてる子がいて素敵ですね。こういう感じで演奏してて、でもうすぐロックフェラーセンターなんですけど、その手前、僕がね大好きなラルフのカフェカーです。でここね安いんで、安いっていうか雰囲気もいいんで利用率ダントツです。あ、今日ももう片付けちゃうんだ。でここはね、ここから入ったところに地下にトイレがあるので、ここもね覚えておくといいと思います。でここからさっきのサンパトリック教会が見えます。入らないですよね、こういう感じですね。でこのまま歩いていって、今日のねゴール目指したいと思います。でここが交差点でいうと50です。でサックスフィフスアビニューですね。なんですけど、ちょっと観光バスが多くて取れないんで正面まで行きます。サックスフィフスアビニューのすごいね残念だっていうのが出てました。そしてこのサックスフィフスアベニューを振り返るとロックフェラーセンターですね。これがね正面です。ここからすごい人なんですけど、サックスフィフスアビニューを背にしてロックフェラーセンターの方に歩いていきます。で今日は勝手に僕が
まあ、クリスマスのイルミネーション素敵ベスト3を発表すると、この後ね画像を入れますけど、この3つです。後ろを振り向くと向こうがサックスサービスですね。そしてこのまま進みます。リンクまで進むんですけど、どこか入れるかな、見れる。ちょっと難しいかな。あ、開いてるか。開いてる。ちょうどこちらです。マンハッタンにはスケートリンクがね4カ所ぐらいあるはずです。で、今日はプラザホテルからロックフェラーセンターまで、まあ、距離は短いんですけど、イルミネーションを撮影しながら歩きました。で、僕のチャンネルでは仕事で来ている、まあ、合間にね旅行ガイドを作りたいと思ってます。面白いと思ってくださったらぜひチャンネル登録もお願いします。では失礼します。